こんにちは。今回はパートワークベンチの基本機能であるリボルブ、ロフト、スウィープを使って背景に表示しているようなピッチャーを作ってみます。実際に一つの製品を完成させながらそれぞれの機能を使って解説していきます。ピッチャー本体はリボルブ、注ぎ口はロフト、取っ手はスウィープ、最後にブーリアンでそれぞれの形状を組み合わせて完成させます。外側と内側の形状を別々の形状として作成して中身をくり抜きます。今回はどんな形を作りたいからどの機能を使うべきかという考え方も意識してみていきましょう。用語の説明はテロップで補足しますが、パートデザインの超初心者向けシリーズをご視聴いただいているとよりスムーズに理解できます。まずはピッチャーの本体から作ります。ピッチャー本体は正面から見るとこのような形になります。そしてこの形を真上から見ると円形になっています。つまり中心軸を基準に回転させるとピッチャー全体を作ることができます。このような形状を作るときに使うのがリボルブです。リボルブは簡単に言えば断面形状を指定した軸を中心に回転させて立体を作る機能です。例えば背景のような断面を360度回転させるとします。このように円柱や円錐、ボールのような回転対称形状を作ることができます。今回のピッチャー本体も基本的にはこれと同じです。では作っていきます。まず XG 平面にスケッチを作成します。今回はピッチャーを正面から見た時の右半分を描きます。四角形を原点を支点として横幅 40mm、縦幅 80mm として描きます。そして右下の角をフィレットで丸めます。フィレットの直径は 10mm とします。これがピッチャー本体の外側の断面になります。この断面をフェースに変換して G 軸を基準に360度回転すればピッチャーの外側の形状になります。では続いてピッチャーの内側の断面も同じスケッチ内に描きます。四角形の横幅 37mm、縦幅 77mm とします。四角形の支点は原点から G 方向に 3mm の位置とします。つまりピッチャーの外側と内側で 3mm の厚みを持たせることになります。外側と同様に右下の角をフィレットで丸めます。フィレットの直径は 10mm です。これで外側と内側の断面ができました。一発でコップ形状になるようにスケッチを描くこともできますが、今回は外側と内側を別々の形状として作り、最後にブーリアンカットでくり抜く方法とします。ではシェイプビルダーをクリックしてください。エッジから面でスケッチで描いた外側、内側の形状を面に変換します。まずは内側のエッジを一つ一つ選択していきます。内側と外側のエッジが重なっている部分はマウス左ボタンを長押ししてください。ポップアップメニューが出てきますのでどちらのエッジを選択するかを選べます。3D ビューで確認しながら内側のエッジを選択します。残りのエッジも選択したら作成ボタンをクリックします。これで内側の断面が作成できました。外側も同じようにエッジを選択して面を作成します。これで外側の断面が作成できました。モデルツリー上にフェースが2つ追加されています。片方が内側の面、もう片方が外側の面になってますね。では内側の面からリボルブで回転します。回転軸は G 方向、角度は360度になっていることを確認して OK をクリックします。この通りピッチャーの内側の形状が完成します。同じように外側の断面もリボルブします。これでピッチャー本体の外側と内側の形状ができました。次はピッチャーの注ぎ口を作ります。ここで登場するのがロフトです。ロフトは複数のプロファイルをつないで形状を変化させながら立体を作る機能です。例えば背景のように異なる断面スケッチを作成します。
ロフト機能で断面スケッチをプロファイルに追加します。この通り、異なる断面をつなげて形状や大きさが変化する立体を作ることができます。リボルブが一つの断面を回転させる機能なのに対して、ロフトは複数の断面をつなぎ合わせて立体化する機能となります。今回のピッチャーでは、本体上部が注ぎ口となるように楕円の円錐のような形状を作ります。楕円のフェースとデータム点、2つのプロファイルをロフト機能でつなぐことでこの形状を作ります。データム点は先端の位置を示すためのプロファイルとして使います。まずピッチャー本体の上面にスケッチを作成します。注ぎ口は中心点による楕円を使って作図します。長半径を 30mm、 角度0度、単半径を 15mm とします。中心位置は X 座標が 30mm の位置で拘束します。この楕円は注ぎ口の外側形状として本体の外側から飛び出すようにしています。次に内側の注ぎ口も作ります。長半径を 27mm、 角度0度、単半径を 12mm とします。中心は外側と同じく X 座標が 30mm の位置です。これで注ぎ口の外側と内側それぞれの形状ができました。続いてロフトのもう一方のプロファイルを作ります。今回は先端側をデータム点で指定します。ではデータム点を追加します。アタッチ先としてピッチャーの内側形状上部の点を選択します。ひとまず OK で配置します。続いて Z 軸マイナス方向に 30mm 移動します。グローバル座標でいうと X、Z、37mm、50mm の位置となります。これが注ぎ口の外側用の点となります。続いて内側用の点を配置します。アタッチ先をひとまず外側のデータム点に合わせます。ここから Z 軸プラス方向に 3mm 移動します。グローバル座標でいうと X、Z、37mm、53mm の位置となります。先ほど描いた楕円形状をフェースに変換します。その後楕円のフェースとデータム点をロフトのプロファイルとして指定して形状を作成します。それでは楕円形状をフェースに変換します。シェイプビルダーをクリックしてください。エッジから面を選択して内側の楕円を選択して作成ボタンをクリックします。内側の楕円の面が作成できました。外側の楕円の面も同じように作成します。これでロフトのプロファイルが完成しました。ではロフトアイコンをクリックします。内側のフェースをプロファイルに追加、内側のデータム点をプロファイルに追加。 OK ボタンで注ぎ口の内側が生成されます。引き続き同じ方法で外側の注ぎ口を作成します。外側のフェースと外側のデータム点をプロファイルに追加してロフトを生成します。これで注ぎ口の外側と内側が完成しました。ここまででリボルブによるピッチャーの本体とロフトによる注ぎ口の2つができました。リボルブは回転させることで立体を作る機能です。ロフトは複数のプロファイルをつないで形状を変化させながら立体を作る機能です。今回のようにピッチャーという一つの製品でも形状によって適した作り方が変わります。次はピッチャーの取っ手です。取っ手は回転体でも断面が変化する形状でもありません。ここで使うのがスイープです。スイープはある断面を指定した経路に沿って動かして立体を作る機能です。例えば背景のようなカーテンフックの形状を描いたとします。断面の形状はこのような四角形の形状とします。ではまずこの四角形の断面をプロファイルに追加します。続いてカーテンフック形状のワイヤーをスイープ経路として設定します。 OK で確定するとワイヤーの線に沿って四角形の断面がカーテンフックの形状になるように立体化しました。ピッチャーの取っ手形状もこの方法で作成します。
まず、XZ 平面にスケッチを作ります。ここに取っ手の経路を描きます。今回は B スプラインを使います。ピッチャーの形に合わせて取っ手らしい曲線を描いていきます。実際に作る場合は好みの取っ手形状になるように自由に描いてみてください。ただし一つ重要なのは経路の両端をピッチャー本体の内部まで少し入り込ませることです。このように取っ手と本体が十分に重なっていれば後でブーリアンフユーズによって一体化できます。次にこの経路に沿って動かす断面を作ります。経路のエッジを選択して経路の端点を選択してスケッチをクリック。今回はフレネ NB でアタッチして経路の端点に垂直なスケッチ平面を作成します。取っ手の断面はシンプルに円形状とします。原点を中心として直径 10mm の円を描きます。ではスイープアイコンをクリックします。取っ手断面のスケッチをプロファイルに追加。スイープ経路をクリックして先ほどの B スプラインを選択します。経路を選択したら終了ボタンをクリックします。OK ボタンで取っ手形状が生成されます。ここまででリボルブ、ロフト、スイープの3つの機能を使ってピッチャーのそれぞれのパーツを作ることができました。ここからはこれらをブーリアンで一つにまとめていきます。まず内側の形状からまとめます。リボルブで作ったピッチャー本体の内側を選択。ロフトで作った注ぎ口の内側を選択。ブーリアンフユーズを実行。これでピッチャーの内側全体が一つの形状としてまとめられます。続いて外側の形状を作成します。外側のピッチャー本体を選択。外側の注ぎ口を選択。スイープで作った取っ手を選択。ブーリアンフユーズを実行。これで外側と内側の2つの形状だけが残りました。では最後に外側の形状を選択して内側の形状を選択してブーリアンカットを実行します。これで完成です。ピッチャーの内部がきれいに空洞になりました。今回はリボルブ、ロフト、スイープの3つを使ってピッチャーを作りました。リボルブで本体を作り、ロフトで注ぎ口を作り、スイープで取っ手を作る。そして最後にそれぞれの形状をブーリアンで一つにまとめました。今回のポイントは作りたい形状に対してどの機能を使えばいいのか考えて設計することです。回転対象ならリボルブ、断面を変化させるならロフト、経路に沿って形状を伸ばすならスイープ。この基本3機能を使えるだけでもパートワークベンチで作れる形状の幅が一気に広がります。ぜひいろいろな形状で試してみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。